はモノグラムの72分の1スケールグラマン F8F ベアキャットの仮組みを行います。前回の烈風のライバル機になるわけね。そうなのだ。そしてご機嫌最高モノグラムね。そのキャッチコピーは日本市場で展開したものみたいね。 F8F ベアキャットは有名ではあるけれどプラモデルはあまり出ていないような。そうそう、割と最近だとソードやホビーボスから出てるけども日本メーカーからは出てませんよね。今回紹介するモノグラムの日本販売版として長谷川から発売されていたことはあるけどね。長谷川モノグラムってやつね。今回のキットはモノグラムから販売されていたもので1989年頃のパッケージとなるのかな。最初に出たのはいつ頃なの？ 1967年となる72分の1スケールでは初のプラモデル化なのかな。これまた古いキットですね。58年前の金型というわけね。何度か再販されていて、ふむふむ。実機の特徴を的確に捉えたスタイルと細部表現の良さから高く評価されている。組み立てが比較的容易なのも特徴ね。そうなのだ。ところでベアキャットってどんな戦闘機なの？グラマン F8F ベアキャットは第二次世界大戦末期にアメリカ海軍向けに開発された艦上戦闘機なのだ。 F6F ヘルキャットの後継機というわけね。開発開始したのは1943年。開発を担当したのはグラマン社。 F4F ワイルドキャット F6F ヘルキャットと同じね。冷戦などの軽量かつ高運動性の戦闘機に対抗するため小型軽量高出力の新型艦上戦闘機として設計された。ヘルキャットとは違うコンセプトってわけね。ヘルキャットは冷戦を圧倒する中防御高火力の機体を目指した。機体も大きいですしね。ベアキャットは冷戦のような軽量高性能戦闘機を目指したのかな。逆に冷戦後継機は大型化しましたね。別風ですね。米軍機と同等以上の高性能が求められたからかな。そのためにも強力な高出力エンジンが必要だったわけね。そうそう、高出力エンジンは直径が大きく重いため機種が台形化し重量が増加したのかな。なるほどね。そんなこんなで1944年8月に初飛行即座に採用が決定されたわけなのだ。抜群の運動性能を発揮ってのが採用理由ね。1945年初頭から量産を開始。部隊配備が完了したのは日本降伏後となった。実戦には投入されなかったわけね。1950年代初頭まで主力艦上戦闘機として広く使用される。朝鮮戦争が始まる頃までね。そうそう、ジェット戦闘機時代の到来に伴い1950年代半ばまでに前線から退役した。アメリカ海軍ではってことね。フランス空軍や対空軍において実戦投入されているみたいだね。なるほどね。その他にも民間にも払い下げられエアレースにて改造機が活躍したみたい。強力なエンジン性能と軽量な機体を生かし数々の優勝を記録しているわけね。そうなのだ。ところでキット化に関してだけど最近だとホビーボスやソードから出ているわけね。それ以外だとどうかしら？モノグラムが最初に発売したのは1967年。何度かパッケージを変えて販売を続けていたみたい。モノグラム以外が出てくるのは1975年にフロップからも出ている。同じ金型でノボからも発売されたみたいね。間が結構空いているわね。日本では1996年に長谷川からも出ているんだけど前述の長谷川モノグラムね。ということは1967年の金型ってわけね。そして2000年ミレミアムジェコのソードから新金型で発売される。これまた間が開くわね。2010年にはレベルからも発売された戦術通りモノグラムの金型です。モノグラムの金型はまだまだ現役ですね。最後は2020年でホビーボスから出たのだ。最強のレシプロ艦上戦闘機と言われてますが意外にもキット化は少ないですね。まずはパッケージ内容を確認するのだ。お願いします。今回のパッケージは1989年頃のもの。2機編隊で飛行中の F8F ベアキャットなのだ。ロケット弾かしら？では中身を開けていくのだ。ブルーのランナーが4枚。透明パーツが1枚。デカール。組み立て説明書なのだ。塗装図。マーキングは1種類。アメリカ海軍機で機番号 B201 となる。なるほど。部品点数は33点。そこまで部品点数も多くないので簡単に形になりそうね。ではではモノグラム72分の1スケール F8F ベアキャットの仮組みを始めるのだ。
最初に操縦席なのだ。ふむふむ。このキットの操縦席床は主翼上部パーツと一体成形となっている。珍しい構成ね。操縦席は全部で3パーツ。操縦席床と操縦桿、座席となるのだ。ケーキパネルはないわけね。胴体にそれらしきモールドがありまして、ここにデカールを貼り付けるみたい。パイロットはついているわけね。乗っていただいた方がいいのだ。次はエンジンですね。エンジンは1パーツのみ。この時点では切り出して終了なのだ。なるほどね。次はプロペラですかね。プロペラは2パーツ構成となる。プロペラが一体成形となり、軸を取り付ける構造。全体的にシンプルな構成ですね。次は主翼、水平尾翼、胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に主翼の組み立てとなる。いつもと逆ですね。主翼を胴体貼り合わせ時に挟む構造なので、先に主翼の組み立てを行います。なるほどね。主翼は2パーツ構成。主翼下パーツに主翼上パーツを貼り合わせる。主翼のモールドはどうでしょうか。凸モールドになります。美しくシャープな凸モールドです。水平尾翼も挟み込む必要があるわけね。水平尾翼は1パーツ構成。切り出して終了ですね。ここまでできたならば、いよいよ胴体の貼り合わせとなる。自動的に操縦席を挟むことになるわけね。エンジンも忘れずになのだ。胴体のモールドはどうでしょうか。こちらも凸モールドになります。やはりシャープな凸モールドなのだ。水平尾翼はこんな感じですね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーは分割となるので、操縦席の開閉選択ができる。モノグラムの透明パーツは評判がいいみたいですね。なので透明度は問題なし。次は足回りですね。まずは主脚は左右それぞれで3パーツ構成。タイヤと主脚、カバーの構成ね。その他にも胴体に取り付けるカバーもあるのだ。次は尾輪ね。尾輪は胴体と一体成形となっている。折らないように注意が必要。次は細かい部分の取り付けね。まずは胴体下に増装をつける。増装は上下分割ね。次はロケット弾かな。左右主翼下に2本ずつ吊るせる。次に爆弾ね。爆弾は2パーツ構成。貼り合わせれば完成。左右主翼下に吊るすわけね。では終わりに総評なのだ。今回はモノグラムの72分の1スケール、グラマン、F8F、ベアキャットの仮組みレビューしたのだ。仮組み後の感想はどうでしょうか。古いキットとはいえ、パーツの合いも大きな問題なし。組み立て方が少し独特でしたね。ご機嫌最高な部分なのかな。主翼と水平尾翼は左右一体型。主翼上に操縦席を配置する構造も面白いわね。主翼、水平尾翼ともに胴体へのフィット感が良く、修正をほとんど必要としない精度の高さも素晴らしい。組み立てが比較的容易でありながら、実機の特徴を的確に捉えたスタイルですね。多くのモデラーに高く評価されてきたのかな。現在でも入手が比較的楽なのも嬉しいですね。では動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。